皆さんこんにちは。着物 SK の押本末子です。今日は芸者の着付けをいたしました。まず今日の芸者なんですが、舞台の芸者さんの着付けをいたしました。芸者さんにもいろんな形がありまして、舞台芸者なのか、舞台芸者っていうのは踊りをする方々のエンターテインメントのものですね。でまた皆さんがよくご存知の、代表的に言いますと、京都には祇園があります。祇園でもいろんな形でありますが、その中の芸者さんですとちょっとまた着付けが変わってきます。今日はお着物が舞台衣装なので、それに合わせて着付けをいたしました。基本的に着付け自体はほとんど一緒です。で今日やってる着付けなんですが、モデルさんが何しろボディですので、まず硬くて動きません。でまた細身なんですね。で表情の方がちょっと硬いかもしれませんが、一生懸命努めて着付けをしていきたいと思っております。もう腰紐を締めました。で形をつけて、下の方が今見えてるんですが、裾引きと言います。で下の方に2枚の拭きがついてます。拭きといってもね、皆さん聞いたことがないので、綿が下の裾の方に入ってまして、踊りをした時に動いた時に後ろの長い裾が踊る方の方向についていくようにしっかり作られてます。踊り用なので拭きが太いです。いわば綿がいっぱい詰まってるっていうことですね。ですることで動きがしやすいです。で皆さんがよくわかる祇園とかの芸者さんの場合は、拭きはもう少し取られています。っていうことは細いです。あまり太いとね、狭い座敷の中でお着物の裾だけが大きく前を巻いてもおかしいので、やっぱりそこはしっかり計算されていると思います。で少ししっかり着付けをしております。今回はどうしてかと言いますと、ボディなので、私が肩かけて今クリップ留めておりますが、恐れが重いのでしっかり留めてないとポロッと落っこちちゃうんですね。肩が恐れですね。人間様ですとやっぱ肩がついて腕があるので落ちるってことはないんですが、そこだけちょっと違います。でやっぱり衣紋の抜き加減も皆さんご存知のようにかつらをかぶります。すると下の方にたくさんの降りてる毛がありますので、それを首を回した時に襟にかからないようになっております。もちろん舞台ですとかつらかぶってます。そういう感じで、襟の下の方に腹着なんですが、赤い襟が見えるようになってます。腹着の襟ですね。ちらっと今見えてますけど、皆さんお分かりになりますでしょうか。で今持ってるのがしごきと言います。で本物の芸者さんですと、しごきっていうこの生地に染めております。染めておりますが、今回は踊り用ですのでそれを代用して違う生地を使わさせていただいてます。遠目から見るともう全然わかんないですね。で腰の方から一つ一つ巻いていきます。やっぱ赤いのが見えるっていうのが芸者さんの特徴ですね。もちろんお腰の方も赤いお腰を履いておりますので、長襦袢ですね、それも赤くなっております。
で、私は着付けをやって30年以上やっておりますが、基本一般着付けはすべて習ってきました。花嫁も。ですが、芸者さんになりますと特殊な着付けになりまして、私は京都に行きまして、お稽古を何度か通って着付けを習ってきました。と言いましても、現在私ロサンゼルスに住んでいますので、毎回通っていくわけはいかないので、年に1回または2回といって通って着付け教室に行きました。と申しましても、着付け教室があるわけではありません。もともと芸者さんをなさっている方が私に着付けを教えてくださいました。この方はハリウッドの方で、私衣装デザイナーはハリウッドでもやってますので、その時にハリウッドの方で芸者の監修をしてくださいまして、一緒に仕事したわけじゃないんですが、監督さんが知ってまして、いろいろお話を聞きまして、彼女ともお話しする機会がありまして、海外でちゃんとした着付けをしてくれるなら教えてあげるわよっていうことで習うことができました。ですので私はラッキーでしたね。なかなかそういう着付けを教えてくださる方がいらっしゃらず探したんですけど、たまたまこの方に巡り会えて、こういうふうに習うことができました。で、彼女から習ったのはお座敷の芸者さんの着付けを習いました。で、その後私はこちらの方で日本舞踊、いわば日舞をお勉強いたしまして、お稽古事ですね。で、その中で先生からも習って、で、私も舞台に立つことがありまして、立つって言ってもね、日舞は首を振るだけで3年かかるっていう厳しい世界なんですが、その中で着付けをやってるってことで、着付けをしたり習いながら、もちろん自分で勉強しながら着付けをすることができました。ですので、こちらロサンゼルスではいろんな会があったり踊りがあると頼まれたりします。もちろんできるからといってそのままでは絶対ダメですね。毎回勉強しないといけないですね。同じことを繰り返すっていうのが一番大事ですので。で、今回結んでいる帯結びは柳っていう、定番、芸者さんの定番の帯結びです。特に舞台ではよく使われてますね。もちろん踊りの内容によっても違いますが、日本でやってる、祇園とかで、代表的にやってる芸者さんはお太鼓を結ぶ方もおります。踊りをするときはそれをなさるかもしれませんが、基本的にはお太鼓をやってます。二重太鼓。そのお太鼓が一般のお太鼓よりはやっぱり大きいですね。私たちは基本的に普通の着物を着付けをするときに、皆さんがよく知ってる二重太鼓ですね。何に着るかというと訪問着とか、黒留袖でも着ますし、いろんなもので着ております。つけ下げでも色無地でも着ます。その時に着る時の帯の大きさっていうのはだいたい手幅2なんですね。もちろん身長によっても大きくもなりますし、少しこまめにもなります。小さい人が大きくやるのもおかしいですし、また背の高い人が小さく手幅2だからといって基本をやるのもおかしいので、やっぱりその人の体型に合わせてお太鼓を作ります。ですが基本は手幅2です、一般の場合は。でもよく見ていますと、芸者さんはやっぱりお太鼓の結びが違いますね。大きいです。また帯の大きさによっても帯の種類によっても
結び方が違いますので、マロビレスと結び方がまた変わってきますね。それによってもまた変わるので、少し大きめに結んでおりますね。粋にっていうことですね。芸妓さんは粋に結ばないといけないんですよね。一般のように結ぶとやっぱ形がバランスが悪い。獲物の抜き加減も大きいのに普通に結ぶとバランスが悪いっていうことで大きく結んでおります。粋に形付けをしております。で、一般の結びですと一巻き二巻きしまして、二重に重ねて幅1枚目2枚目は幅広げて結んで一結びします。または交差しますが、芸者さんの場合は一巻きの時にご本人モデルさんの右の方を上げます。で、二巻きの場合また逆の方を上げて交差して前で見ると V 型になってます。それがやっぱり芸者さんの結び方の特徴でしょうか。私は今回舞台衣装を芸者さんの着付けをしておりますが、本当の芸者さんっていうのは着付け師は男の方ですね。男師っていう方が結びをしております。もちろん舞妓さんもそうですね。女性の力だとちょっと足りないので、男性が唯一舞妓さんや芸妓さんの着付けをしております。で、今着付けをして皆さんご存知かと思いますけど、芸者さんの場合は帯揚げがおこし巻いてるので、その上に帯揚げが来ております。赤いんですよ、色が。で、おこしも赤いです。ちょっと下の方にちらっと見えるかな。赤いです。で、一般の着付けですと帯締めをしておりますが、この柳結びは帯締めがありません。で、一般ですと帯締めをします。色もいろいろあります。お着物に合わせて。で、今回は踊りの着付けですので、腰が上も下も結構出してます。どうしてかというと、舞台に立った時に遠くから見た時に見えるようにです。今私たちは近くから見てますが、離れて見た時にちょうどいいようになっております。今最後の仕上げをしております。これで出来上がりです。以上です。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。See you! Thank you for watching. Bye bye.